ボーナスレベルが追加されます。この条件なんですが、はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、新生物ギガントラプトル、知られざる能力とゲームについてご紹介していきます。前回ですね、ギガントラプトルの生態についてご紹介させていただきました。これに関しても少し補足があるので、後ほどご紹介させていただきます。今回はテイムについて、ギガントラプトル、テイムに関しては2種類の意味がありまして、まずはギガントラプトルをテイムすること。これに関しては初日ですね、ライブ配信の方でテイムご紹介しているんですが、アップデートで使えなくなりましたので、アップデート後のテイムについてご紹介させていただきます。そして、ギガントラプトルのもう一つの特徴であるギガントラプトルがテイムすること。これに関してはですね、おそらく皆さん気づかれていない能力があるので、後半ですね、ご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず補足についてなんですが、2つありまして、1つがですね、絆バフのミニゲームというのか、工程をクリアした場合にですね、刷り込みが 30% 進行するという部分に関してなんですが、前回ですね、動画の方でもご紹介しましたが、刷り込みが入っておりませんでした。おそらくの部分にはなってくるんですが、現状同じ状態で公式サーバーではプラス30入りましたので、これに関してはですね、おそらくローカルだけ入らない可能性があります。ちょっと狭い範囲での検証になっておりますので、もしローカルでも入ったよっていう人がいればですね、ぜひコメントいただければと思います。そしてもう一つ補足なんですが、前回ご紹介したこちら、絆バフですね。親の方のものになるんですが、ちょっと読み方がわからないので、同種親のプライドらしいですね。翻訳すると。これに関しては、スタック数がありまして、まず1スタックでダメージプラス2、経験値プラス1がつきます。ボーナスダメージは最大 50%、ボーナス経験値は最大 25% となります。さらに、スタックが15を超えると、バフの名称がファミリーに変わりまして、ギガントラプターの移動速度も 10% 増加します。スタックは1分間持続しまして、新しいスタックを獲得すると更新されるという仕様になっております。これは各絆を持っている子供がですね、達成するごとにバフがついていくことになりまして、これに関しては、範囲内の絆された生物たちのイベントが発生するたんびにスタックを獲得することができます。最大スタック数が25となっております。獲得できる条件がこちら。一つは赤ちゃんが絆されること。これは前回ご紹介した赤ちゃんをカゴに乗せてで条件を達成することになります。続いて、その絆されて達成した赤ちゃんが成熟するとプラス5スタック。さらに絆が入った生物のレベルアップが2スタック。絆された生物が何かを倒すと1スタック。絆された生物が倒されると15スタックされます。以上が前回の生態についてですね、補足情報となります。続きまして、後ろに見えておりますギガントラプトルのテイムについてご紹介していきます。以前ですね、ライブの方でご紹介したトラップを使って親を拘束して子供のミニゲームをするという部分に関してはアップデートで使えなくなりました。条件としては親のギガントラプトルが巣に戻れる必要があります。
でないと赤ちゃんがダンスなどしてくれないということになります。これに関して一応アップデートでですね、卵を与えて巣に入ってしまえば攻撃してこないという仕様になりました。ただ、現状ですね、いろいろローカル環境で検証した結果にはなるんですが、親に見つからずに巣に入ってしまえば、その後巣から出ても親に直接近寄っても敵対しなくなりました。なので、そろりと親にバレないようにですね、巣にさえ入ってしまえば、卵なくても一応テイムはできるようでございます。ただし、これに関してはですね、ちょっとローカル環境のお話になりまして、今現状ですね、いろいろな症状が出ているところがコメントとして見受けられますので、その辺はいろいろ情報をいただければ嬉しいです。もう一つ、テイムに関してですね、ご確認いただきたいところがありまして、モッドのアップデートが必要となっておりますので、ご自身のモッドのところからアップデートされているかどうかご確認いただければと思います。アップデートされてないとアップデート内容もちろん適用されないことになりますので、そのあたりご注意いただければと思います。ではですね、実際テイムをやっていこうかと思います。これですね、巣に気づかれずに入れればテイムできそうなので入りますね。一回巣に入ればですね、親に近づいても敵対されません。これはダンススタートしなくてもですね、巣に入りますね。巣で待ってるとこのように赤ちゃんが来てくれて、それぞれ要求を満たすということになります。これ要求を間違えるとテイム効果が落ちてしまいますのでご注意いただければと思います。後々ご紹介しますが、ギガントラプトル、テイム時のテイム効果かなり重要になってきますので、ここは注意深くやっていただければと思います。そんなに難しくはないので、多少出てきた地形によって赤ちゃんが巣に登れないという場所的な問題が多少あるようなんで、一応そこも修正がちょっと入ったようなんですが、場所によってはそういうところがあるかもしれないですね。ちゃんと全部してくれましたね。今回収録用にレベル15を用意したので、そんなに回数はいらないはずですが、これが結構回数必要になってしまいますので、ちょっと大変なんですが、はいいので許されるところですね。ただ周りの安全性はちょっと気にしないといけないところですね。自由視点にしてると画面戻すの忘れてやるとですね、ミスしてしまう可能性があるので、どこにいるか見たいところもあるんですが、ご注意ください。あと2回ぐらいですかね。はい、これでテイムが終わりました。親はテイムができないことになりますので、ここに関してはですね、忘れずに倒していきましょう。でないと次の脇に影響するかと思います。巣に関してなんですが、基本的にはですね、子供と親がいなくなっている。病が起きれば、巣がなくなります。骨に壊れてですね、なくなることになります。ただですね、これもちょっとバグってたようで、公式とかに関しては消えなかったようですが、一応修正はされたようです。これが一連の基本的なテイムになります。ただ現状、もしかすると元アップデートし忘れている人いるかもしれないですが、この機能が正常に機能していない可能性があるんですが、一応これが正常な今現状のテイムとなります。卵を与えなくても巣にバレずに入ればできるのはちょっと想定外だと思うので、もしかすると修正が入るかもしれません。あと周り絡まれるとめんどくさいので、テイム入るときは極力周りはきれいにしましょう。では、ギガントタプトルをテイムすることに関しては以上となります。
ではですね、続いて本日の目玉でもありますギガントラプトルでテイムすることに関してですね、ご紹介していきます。これに関してはですね、ただテイムできるだけではないので、そこに関しても結構気づかれてない方多くいらっしゃるようなので、詳しくご紹介していければと思います。まずはですね、ギガントラプトル、このようにですね、方向で赤ちゃんを探すことができます。この子を親かな？倒しましたね。親は倒さないといけないんですが、方向をしますと、このようにですね、レティクルが出てきます。これで赤ちゃんを捉えますと、方向を聞いている間、このように赤ちゃんの名前が出ます。これに対してうまく合わせてですね、いいボタンを押すとテイムができます。あとはコントロールで拾えるわけなんですが、これでテイムすることができます。このテイムなんですが、ここにいるパラサウロロフス君87になってます。この場合ですね、方向してレティクル出るんですが、85の角に合わせるとグレーになります。レベルが87で、このギガントラプトル君のレベルが22になっているので、あくまでこのテイム使えるのは、ギガントラプトル君よりも低いレベルの子しかテイムすることができません。もちろんですね、降りていただいてテイムすることはできますので、自分以下の子しかカゴに入れれないので、この子でパラサウロフス君カゴに入れることができません。ここからが本題なんですが、ここに双子のですね、トリケラがいるわけなんですが、まず親は倒しますね。この子ですね、刷り込み0の子になります。レベルも振ってません。この子で刷り込みをします。レベル20でレベル20ですね。これ拾ってきますね。アップデートでコントロールボタンで拾えるようになりました。この子でテイムする場合なんですが、これで同じようにテイムします。レベルが30になります。ボーナスレベルが追加されます。この条件なんですが、この子ですね、刷り込み 100%、レベル88振ってる子になります。もしくは、テイム効果もそうなんですが、テイム効果とレベルアップした数値ですね。これはレベルではなくて、レベルアップした数値になります。これで20に対しての30、10ボーナスレベルが入ったことになります。各数値に関してですね、目安としてのところでご紹介していきますと、こちらの表になります。わかりやすくですね、レベル150の赤ちゃんを親を44レベルアップさせて、テイム効果もしくは刷り込みが 50% で赤ちゃんをテイムすると18のボーナスレベルを獲得できます。レベル150の赤ちゃんを44レベルアップした 100% テイムもしくは刷り込みの効果を持つギガントラプトルでテイムすると37のボーナスを得れます。レベル150の赤ちゃんを88マックスですね、レベルアップして 50% の刷り込みもしくはテイム効果を得たギガントラプトルでテイムすると赤ちゃんは37ボーナスレベルを得れます。レベル150の赤ちゃんを88レベルアップしてテイム効果、刷り込みが 100% の状態だとギガントラプトルでテイムすると75のボーナスレベルを得れます。これに関してはですね、通常のテイムボーナスの数値と同じものになっておりまして、88のレベルアップと 100% のテイム効果、もしくは刷り込みがされている親で刷り込みをすると 100% のテイム効果を得た状態と同じ状態で野生の赤ちゃんをテイムすることができます。ただし、この効果なんですが、先ほどご紹介した通り、ギガントラプトルよりもレベルが低い子でないとですね、テイムができないことになりますので、やはり高レベル厳選、さらにギガントラプトルのレベル上げも重要となってまいりますので、ちょっと大変な部分ではあるんですが、高レベルになればなるほどボーナス効果高くなってまいりますので、かなりですね、有能な能力になってくるかと思います。もちろんですね、高レベルの赤ちゃんを探さないといけないという部分は出てきてしまいますが、一つ狙ってみるのも面白いかと思います。
ちなみにですね、ギガントラプトルくんなんですが、これ親子と巣ですね、いる状態なんですけども、通常ですね、親を倒すと赤ちゃんはテイムができません。ただしですね、この状態ですね、赤ちゃん見れるんですけど、通常こうやって出るんですけどね、テイムすることはできません。ただし、ギガントラプトルくんであればですね、このようにテイムすることができます。そして、もちろんですね、強化したギガントラプトルくんであれば、同じようにテイムボーナスを得ることができます。なので、これであればですね、テイムする子以上のレベルを持っている、レベル88上げた刷り込み 100% 入れている子であればですね、通常のテイムをするよりもですね、ボーナスレベルを得てテイムすることが可能となります。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、新生物ギガントラプトルくんのテイムについてご紹介させていただきました。補足に関してはですね、ちょっと難しいところあるかもしれないんですが、一緒にですね、赤ちゃんと戦っていれば、どんどんギガントラプトルくん自体もですね、家族の絆で強くなれるというところになりますので、いろいろとですね、一緒に戦っていると面白いかと思います。そしてですね、テイムに関してなんですが、何よりギガントラプトルくんで野生の赤ちゃんをテイムする場合、通常ですね、ボーナスレベルがゲットできない部分があるんですけども、その代わり刷り込みで強くなったりはするんですが、今回ですね、ギガントラプトルくんを使うことによって、レベルアップと刷り込みで野生の赤ちゃんテイムするときもですね、ボーナスレベルを得ることができますので、どちらにせよですね、ボス戦連れていくように強化しているとは思うんですが、強化したギガントラプトルくん、せめて1体ですね、マックスの88レベル強化していただければ、刷り込み 100% プラスレベル88で、150以上レベルになればいいので、一応ですね、137以上のレベルのギガントラプトルくん、テイムするなり、ブリードで育てていただいてですね、88強化して、刷り込み 100% にしておけばですね、150のギガントラプトルくん見つけたとしても、ミニゲームですね、しなくても、親倒してゲットすることで、通常のテイムするよりも高レベルでテイム効果 100% でゲットできることになりますので、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。137っていう中途半端な数字はないので、140以上ということにはなってしまうんですけども、テイムするだけであればですね、一応 150-88 で67ぐらい。なんで、70以上のギガントラプトルくんがいれば、150テイムできますので、テイム効果ついてカゴに入れれないので、ポットが必要になってくるということになりますね。育てられないっていうことになりますので、どっちにするかはお好みになってくるわけなんですが、最初の方はですね、70以上を目安にテイムしていただいて育ててみるのも一つかもしれません。これもですね、絆バフと合わせてですね、今までにない能力になってきますし、ASA らしい能力にもなってきますので、ASA 第1のですね、新生物として素晴らしい能力かと思います。どちらもですね、ギガントラプトルくんの育成強化が重要になってくる能力になってますので、ぜひですね、ギガントラプトルくん厳選して強化して育ててみてはいかがでしょうか。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。